こんにちは。タボです。今日は、業績好調インター&カンパニーについて分析したいと思います。インター&カンパニーは、ブラジルに本拠地を置く企業です。ナスダックに上場しているので、米国株として分析します。まずは、ブラジルについて、簡単に確認してから、業績を確認します。まず、ブラジルについてですが、母国語はポルトガル語、人口は2億1500万人で、世界7番目に多いです。ちなみに日本は11番目になります。GDP は世界9くらいと南米1の経済大国です。ブラジル北部はアマゾンが広がっており、南部に都市部が集中しているそうです。赤ピンの位置が首都であるリオデジャネイロ。2016年に開催されたオリンピックは記憶に新しいですね。細かい理由は覚えていないですが、その頃の大統領は何かとお騒がせな人物及び政治だったイメージがあります。現在のブラジル大統領は、ルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルブア氏。2022年に就任、ブラジル再建を誓うなど、期待も寄せられる一方、前大統領派閥が、議会を襲撃するなど、依然混乱の種は、残っていると思われます。2024年現在は、X のサービスを禁止したりなど、ニュースを耳にすることはありましたが、大きな不安を与えるニュースはあまり起きていないように思います。さて、インター&カンパニーの企業概要です。インター&カンパニーは、子会社を通じた、銀行業務及び支出、投資、保険仲介業務、それと、決済プラットフォームを通じた、企業、個人向けの金融ソリューションが事業内容になります。いわゆる、スーパーアプリというものを開発、展開しているということです。スーパーアプリというのは、様々な機能を、一つのアプリに統合したもののことで、フードデリバリーや、タクシー配車、ネットショッピング、チケット予約などなど、一つのアプリを介して、行うことのできるものを言います。インター&カンパニーの財務状況としては、2023年12月、売上高4549万ブラジルレアル、日本円にすると、1200億円くらいになりますかね。当期純利益は、300-200万ブラジルレアル、日本円で、80億円くらいです。純利益率は 6.64% で、悪くはないかもしれませんが、まだいける感じはしますよね。2024年12月の予想では、売上高が前年比プラス 36%、純利益率は 15.5% としており、強気な数字というか、イケイケな感じがしますね。続いては、貸借対照表。2024年6月の第2クォーターのデータで、計算すると、自己資本比率が 12.9% くらい、2023年12月のデータでも、ほとんど比率は変わらないので、かなり低いですね。大きなインシデントや外的要因が発生すると、会社の存続に関わってくるかもしれないですね。直接的な競合にはなりませんが、数値の比較として、ヌーホールディングスとの比較をします。ヌーホールディングスは、2021年に、ウォーレン・バフェット氏率いる、バークシャー・ハサウェイが、10億ドルもの投資を行うなど、注目を集めた次世代デジタルバンクを展開するブラジル企業です。インター&カンパニーと、ヌーホールディングスの数値を比較すると、すべての数値において、10倍くらい規模が違うことがわかりますが、インター&カンパニーの、決算書を読んでも、競合についての言及は見当たらないため、マーケット上での弊害には、ならないのでしょうね。すでに、大きな規模を持つ、デジタルバンクと、インター&カンパニーのスーパーアプリが、うまく相乗してくれるといいですね。両社の株価指数を比較してみます。まずは、ROE。ROE は、当期純利益割る自己資本で求められます。ROE は、株主がその企業に投資した時に、得られる収益性と、効率性を示す指標になります。インター&カンパニーは、ROE4.18% となっており、ヌーホールディングスと比較すると、かなり低めですね。これは、インター&カンパニーの決算書でも、課題とされていました。次は、PBR。PBR は、株価割る1株当たりの純資産で求められ、企業の資産に対して、株価水準が高いのか、安いのかを測る指標になります。インター&カンパニーは、PBR1.94 倍とかなり割安になっています。足して、ヌーホールディングスは、9.99 倍ですが、こちらも割高とは言えないと水準かなと思います。PCFR は、PBR 同様、企業の株価水準が割高なのか、割安なのかを示す指標です。こちらは、1株当たりのキャッシュフローに対する株価水準を示します。PBR と合わせてみておきましょう。自己資本比率は、貸借対照表を確認した時にも触れましたが、13.55% と結構低いですね。しかし、
ヌーホールディングスも、同水準であることから、お国柄もあるのかもしれません。それに関連して、PE レシオ、こちらは、インター&カンパニーで、111.39、ヌーホールディングスが、391.4 となっており、資本に対する、負債が非常に多いですね。インター&カンパニーは、2027年までに、顧客6000万、ROE30%、効率性30% の達成を目指しています。顧客6000万、派現在の2倍、ROE 派、現状課題ともされていたので、そこの改善に取り組んでいく姿勢は好感が持てます。これからの、インター&カンパニーの躍進に期待したいですね。まとめです。インター&カンパニーは、売上、利益率ともに好調予想で、これからの展開が楽しみな企業だと思います。かつ、人口の多いマーケットの中で、シェア拡大の余地が大きいのも良い材料だと思います。しかし、負債の比率が多く、心配な面と、お国柄として不安定な部分もあるので、そういった要因は排除できません。それらを認識した上で、投資の判断をしましょう。本日はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。これからも、個別株の分析を続けていきますので、チャンネル登録をお願いします。では、また。